こんにちは、ミツバチハニーのルミです。アメリカでミツバチを飼って田舎暮らしを楽しんでいます。今回の動画ではミツバチにつくダニの駆除作業を行った様子をお見せしたいと思います。今回使う薬剤なんですけれども、フォーミックプロという薬剤になります。主成分がチモールという物質で、これはタイムなどのハーブにも含まれている成分で安全性が認められているものです。そのため細密中でも使用が許可されているんですけれども、とはいえダニを殺す薬剤であるので、きちんと PPE をして取り扱う必要があります。取り扱う際には全身を覆うような服装をしたり、酸に強い手袋、目のプロテクション、吸い込まないようなレスピレーターもあった方がいいかもしれません。ここからは前回の動画の続きになります。分蜂して捕まえた蜂を大きな巣箱に入れたんですけれども、そのチェックです。今アリがたくさんいましたね。シュガーウォーターのトレイに結構蜂が死んでいました。で、前日に簡易の巣箱からこの本当の巣箱へ引っ越ししたばかりでしたので、みんなこの巣箱にいるかどうかを今チェックをしています。いくらいい巣箱を与えたとしても、その蜂のコロニーが気に入らない場合にはまた出てってしまうというようなこともあるようなので、今回はみんなこの巣箱に留まってくれてよかったです。彼らにとっては斜め後ろに引っ越しただけの、引っ越しになりました。養蜂のプロはすぐに女王蜂を見つけることができるんですが、私はまだ女王蜂を、見つけることができません。女王蜂を見つけるというのが私の次のゴールになります。真ん中にあるフレームにたくさん働き蜂がいるので、女王蜂もこのどこかにいるはずです。この日は4つある巣箱をすべて一つ一つフレームをチェックしていきました。本当はこういう定期的な内見の時にダニの数もチェックするのがいいんですけれども、私たちはダニの数は数えていません。ミツバチを飼うようになってからバロアマイトという言葉をよく聞くようになりました。バロアマイトっていうのはバロア病という病気を引き起こすマイト、つまりダニのことです。アメリカでは 2,3 世代前まではこのダニは生息していなかったそうです。だから当時養蜂していた人はミツバチを飼っていれば放っておいても蜂蜜を取れたという状況だったそうなんですけれども、今はこのダニを駆除せずにはミツバチたちが冬を越せないというような深刻な状況になっています。で、これは世界中どこでも同じ状況です。それで私たちも使用しておこうと思ったわけなんですが、フォーミックプロには使用気温設定というのがあります。で、それが摂氏だと10度から 29.5 度で、華氏だと50度から85度ということで、この間に使用しないと有効に作用しません。使用の仕方にも2つ選択肢があって、1つは14日間の使用、そしてもう1つは20日間の使用になっています。はい、この巣箱のチェックは終了します。アリが結構気になったんですけれども、蜂の方はみんな元気に新しい巣箱に留まっていました。ウサギの赤ちゃん、犬が見つけました。まだ目が開いてない赤ちゃんです。お母さんと一緒にいないとダメなんじゃないかな。毎回予期せぬハプニングが起こるんですが、今回はまだ目が開いてないウサギの赤ちゃんを犬が拾ってきました。サイズはマウスぐらい、マウスより若干大きめですが、ミルクをあげたんですけれども、2日目まで元気だったんですが、3日目に亡くなってしまいました。8月の中旬、お天気のいい日に
ダニの駆除剤を使用することにしました。この頃になると、今まですごくおとなしかったミツバチたちが急に凶暴になると聞いていました。というのも、ミツバチたちが冬のために自分たちの蜂蜜をキープしたいのに、誰かに取られるのを防ぐためです。この巣箱の蜂たちも巣箱を取り除くにつれて猛烈に怒り始めました。私たちは14日間使用する方を選択しました。その場合には2つのパックを同時に使用することになります。一番下の巣箱の上に直接薬を乗せます。換気がとても大事で、有効成分が蒸散するので、巣の門は取り除いて全開にしてあります。今私が蜂に刺されて大騒ぎしているところです。しばし現場から退散します。ここで薬剤使用後直後にシュガーウォーターを与えてしまったんですが、これは与えない方がいいです。後で取扱説明書をよく読んだら、餌はあげないでくださいと書いてありました。薬剤を乗せたら2週間は巣箱を開けることができないので、シュガーウォーターを作ってしまったんですが、これはあげない方がいいです。これが分包した一番新しい巣箱になります。ダニの駆除剤を使う際には、ある巣箱すべて同時に行う必要があります。一つのパッケージの中に2枚薬が入っているんですが、2枚同時に使用します。くるんである紙は取らないようにします。この紙があるおかげで、薬がゆっくり巣箱の中に入っていくという仕組みになっています。すべてのフレームをカバーするようにずらして薬剤を乗せます。この巣箱の蜂たちは先ほどの巣箱の蜂よりは荒っぽくないです。薬剤を使用してから2週間ぶりに巣箱を開けてみます。ミツバチたちちゃんと生きているようです。薬剤がプロポリスでくっついているので引き離します。薬は巣箱から剥がしてゴミに捨てます。もし薬剤使用前のダニの数が分かっているようであれば、ここでまたダニの数のチェックをして比べてみたらいいかと思います。ダニのチェックをするときにはだいたい300匹のミツバチを犠牲にする必要があります。この新しい巣箱なんですが、空のフレームがあるので、今回はそれを取り除いて、すでにフレームが形成されているものをこの蜂たちに与えたいと思います。私が住んでいるアメリカの中西部は8月下旬頃から急に秋めいて気温が下がってきてしまうので、この新しい巣箱のフレームを少し入れ替えて、すでにできているフレームを入れてあげます。こうすることで冬に使う蜂蜜を今からたくさん貯めることが可能になります。私たちもこれから冬に向けて冬越しの手伝いを少しずつ進めていきたいと思います。もしかしたら今年人が食べれるような蜂蜜が取れるかなと期待していたんですけれども、やはり1年目の巣箱から採蜜するのは少し難しかったようです。なんとかこのミツバチたちを冬越しさせてあげて、来年美味しい蜂蜜が取れるように頑張りたいと思います。
今回はウサギの赤ちゃんに遭遇したり、自分が蜂に刺されたり、いろいろハプニングもありましたが、なんとか無事に終了しました。今日の動画は以上です。これからも冬越しの様子やアメリカの生活の様子などを発信していきますので、チャンネル登録をしてみてください。それでは See you in the next video.